ますね。キリタン、お邪魔するよ。葵ちゃんか。何か用事？暇だったから来ちゃった。ゲームやってたの？そうそう。すごく面白いんですよ、このゲーム。私もゲーム好きなんだけど、何のゲームかな？さっき激しい音してたけど、シューティングとか？あつ森で庭を作っていました。いやいやすごい音してたけどね。そんなゲームだったっけ？大きい庭を作るとなると、重機が必要になりますから、多分その音ですね。そうなんだ。でも、自分好みの庭作るのって結構難しくて、いろいろできるから何を置いていいのか迷ってしまいますね。じゃあそんなキリタンに、今回は日本庭園のことを話していこうかな。庭作りの参考になるかもよ。日本庭園ですか。大きな石と貨物が多いってイメージがあるけど、そういえばよく知らないですね。石と柿もただ置いてあるだけじゃなくて意味があるから知っておくと面白いかな。なるほど。種類とかはあるの？いろいろあるよ。枯山水って聞いたことない？それは知ってるよ。砂撒いたところに石ドーンと置いてあるやつだよね。雑すぎるなあ。まあ、あれも日本庭園の種類の一つだね。他にもいろいろな種類があるんで、今回は日本庭園の基礎的なことと歴史について話していこうと思います。知っておけば散歩をするのが楽しくなりそうだね。あと、このチャンネルでは身近にあるけれどもあまり知られてない日本文化について話していこうと思います。よければチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず最初に、公園と庭園の違いを話そうと思います。なんだろう。公園はブランコとかあるから遊び場かな。庭園は遊ぶってイメージないから見て楽しむものかな。だいたい合ってるね。庭園は鑑賞一番に置いているんで趣味性が強いけど、公園は公共の憩いの場で鑑賞の目的ではないところがほとんどっていう違いがあるね。ほとんどってことは鑑賞目的のところもあるってこと？そうそう。公園って言っても中には歴史ある日本庭園が入っている公園もあって、例えば日本三名園の一つの偕楽園は歴史ある日本庭園だけど偕楽園公園になってるね。ややこしいな。まあここでは庭園というのは遊んだりするところじゃなくて絵画みたいに鑑賞するものってイメージだけ覚えてくれればいいかな。了解。じゃあ次は西洋の庭園との違いを話していこうと思います。西洋だったらベルサイユ宮殿の庭が有名だよね。そうだね。噴水や花壇があって見た目すごく華やかだよね。そういえば改めて日本のと比べてみると全然違うな。これはね、西洋では人工の美しさを一番に考えているからです。人工の美しさってどういうこと？一つ一つ庭を構成するものを見比べてみるとわかりやすいかな。じゃあ、水、石、木の扱いがそれぞれどうなっているか話してきます。よろしく頼むよ。頼まれた。まず水ですね。西洋庭園では噴水を設置し水を吹き上げさせ美しさを演出しています。これに対して日本庭園では滝、小川を作り池で大海を表現しています。石は西洋では石を叩いたり磨いたりして加工したものを使ったり石像など彫刻が置かれます。日本では基本的に無加工で石組みで山岳を表現したりします。木は西洋では刈り込んで成形をするので動物や図形を表現しているものがあります。日本では余分な枝を切ったり枝を曲げたりするけど基本的に本来の姿を崩さないように仕立て上げます。なるほど。西洋では人工的な美しさを考えてくけど、日本では自然の美しさを考えてるってことだね。他には西洋庭園は左右対称に作ってあるのでより整頓された印象になってるね。日本庭園も人の手で作っているんだけど、できる限り自然の風景をそのまま取り入れようという庭作りをしています。それぞれ全然違うから見どころも違うだろうし、両方とも行ってみたいね。では、次は種類と歴史について話していこうと思います。そこは一緒にやるんだ。歴史が経つにつれて、どんどん様式が変化していったんで、まあ、そこは一緒にやった方がわかりやすいかと。よろしく頼むよ。はいよ。じゃあまず、日本庭園の始まりなんだけど、かなり昔の話になります。日本史で言うと、飛鳥時代の仏教伝来したあたりから話が多くなってくるよね。
まさかそんな昔じゃないよね。いやいや、弥生時代からです。そんな昔からなの？弥生時代って言ったら米作ってただけじゃないの？そりゃ偏見だ。さっき話した自然の美しさを取り入れるっていうやり方なんだけど、キリタンは神社とかで岩にしめ縄がかかっているもの見たことない？あるある。あれは何なの？岩倉って言うんだけど、日本は昔から自然信仰で、ああいった巨大な石や樹木に神が宿ると信じて、信仰の対象にしてきました。岡山県倉敷市の立月遺跡には、弥生時代後期の造営とされる巨石が何本もあります。おお、そんな昔のものが残ってるんだ。あ、でもこれって日本庭園に置かれている石に似てるね。いいとこ気づいてくれた。まだこの時代には、庭園の概念自体がないんだけど、それでも無加工で置いているとこはかなり似てるよね。こういった古代から続く自然への考え方があったから、自然を取り入れる庭園作りに発展していったのではないかと考えられています。そんな大昔からある考え方が今も根付いているのはすごいことだよね。じゃあ、飛鳥、奈良時代に進みます。ここでは大陸から庭園文化と一緒に神仙思想が入ってきます。神仙思想って？古代中国の考え方なんだけど、不老長寿の人間、いわゆる仙人を信じることだね。これは、中国三大宗教の一つの道教の元とも言われてる思想です。仙人で不老長寿って言ったら亀仙人のことでいいよね。カメハメハ打てるんだ。すげー。雨天。日本庭園は自然を表すというだけではなくて、モチーフを決めて、それを石や樹木で表現しているんだよ。そのモチーフとして使われたのが神仙思想だったわけ。そうですか。見た感じ、自然を表しているっていうのはなんとなくわかるね。けど、モチーフは説明してもらわないとちょっとわかんないかな。そうだね。さっきも話したんだけど、できるだけ自然のままのものを使っていくから、石を無加工で配置する。そういう意思でモチーフを表そうとすると、どうしても抽象的なものになってしまうかな。そういうところも西洋の庭園と違うところなのかな。西洋は人型の彫刻置いたりでわかりやすそうだもん。わかりやすさで言うと確かに。ただ、抽象的だからこその良さもあって、自然風景とモチーフの調和が生まれてくるんだよ。自然の中にいるモチーフを探してみたり、自分の中でイメージするっていう面白さがあるね。じゃあ話を戻すと、飛鳥、奈良時代に池泉庭園ができてきます。池泉ってのは水を使った庭園のことね。現在で一番多い様式なんで、庭園紹介するときによく出てくる名前だよ。漢字からしてなんとなくはわかるね。池泉庭園には回遊式と周遊式があります。周遊式はその名の通り船に乗って鑑賞する庭園で、回遊式は池の周りを歩いて鑑賞する庭園です。船で庭を回るなんてセレブ感がすごいな。この頃の貴族は源氏物語で出てくるような優雅なイメージがあるから、その通りの楽しみ方だね。で、優雅なものとしてもう一つ、玉水庭園が出てきます。水が曲がってるってこと？そのままなんだけどね。玉水の小川がある庭園のことで、鑑賞だけではなくて、上流から流した杯が自分の前に来るまでに歌を読む、玉水の宴という遊びにも使われてました。遊びですら優雅だね。ずっと遊んで暮らせそうだし、これになりたいな。キリタンだったらずっと屋敷の中でゲームやってるんだろうな。優雅とはほど遠い。やだな、そんなことないよ。じゃあ、話を続けまして、玉水庭園の有名なものでは、平城京左京三条二宝宮跡庭園があります。長すぎて覚えられる自信がない。ちなみに、私はこれ一発で言えてウプ主驚かせてやりました。で、少し話しておくと、国内最古の玉水庭園でして、ところどころに険しい石組みが組まれているという特徴があります。優雅なものなのに、険しいところがあるのが面白いよ。しかし、写真だと曲がってるかどうかわかんないね。もうそれは実際に見に行くしかないな。じゃあ、次に平安時代行くね。この頃は、さらに貴族文化が栄えた時代で、神殿造り庭園が作られるようになりました。貴族の居住空間を神殿といい、その南側部分に作られた庭になります。寝るところの横にこんなでかい庭があるなんて、さすが貴族だ。贅沢すぐる。
神殿造り庭園の特徴は、池を作って海を表現して、そこに浮かぶ島や島に架かる橋が作られているよ。あとは、庭と建物がうまいこと調和するように作られています。なるほど。日本庭園のイメージと比べると、物をあんまり置いてないし、シンプルだね。やっぱり、この頃は優雅さを求めてるから。ここから後の時代になると、いろんなものが置かれるようになるし、荒々しさも出てくるね。じゃあ、次に紹介するのが浄土式庭園です。おう、浄土式っていうことは、もしかして仏教が取り入れられたのかな？そうそう。阿弥陀如来に祈願すれば、死後、極楽浄土で救われるという教えがあります。その浄土の世界を描いた庭園ということですね。構成としては、洲浜、有磯、出島と、海にある景観を取り入れてます。いや雑すぎるでしょ。何、この汚い絵は。いやね、資料がなかったんだもん。ごめんだけど、ルプ主の手書きで多めに見てね。そっか。なんとか橋がかかってるのがわかるけど、この辺は神殿造り庭園から引き継いでるみたいだね。実は、橋を渡ると、浄土の世界に行けるというストーリー仕立てになっています。浄土式の主なものとしては、平等院鳳凰堂があります。ここは10円玉のデザインとしても有名だよね。庭園のことは知らなかったな。まあ、10円玉には建物しか映ってないからしょうがないよね。じゃあ次が鎌倉時代になります。ここで庭のデザインがガラリと変化していきます。なんでだと思う？鎌倉幕府ができるよね。それが大きいんじゃないかな。そうそう。ここで初めての武家政権が誕生したからね。今までは貴族が権力を持っていたから優美なデザインが好まれたけど、武士が権力を持ったからもっと自然の荒々しさを表現したものが好まれるようになります。あと、建物の変化で言うと神殿造りから書院造りになっていきます。書院造りってよく聞くよね。どういう建物なの？神殿造りはワンルーム様式であるのに対し、書院造りは内部をいくつかに独立させ、部屋に分けています。各部屋に畳を敷いて床の間を置くから、今の人たちがイメージする和室の基礎にもなった様式だね。おお、和室はここから始まったのか。じゃあここで、ついに、後世の日本庭園の作庭には欠かせない大テーマが出てきます。おお、なにそれは、静です。とにかくすごそうってだけでよくわからないやつか。すげえ。いやいや、それでよく驚けたね。無理くりだろ。まあね。禅がどういうものかはやらないの？ここで禅がどういうものか話すと動画1本撮れちゃうから詳しくはやりません。いずれやってみたいテーマだね。禅はこの頃中国から入ってきたもので武士階級の人たちに広く普及しました。武士たちは禅の修行の一つとして庭園内を歩きながら思索することを好んだようです。そのため禅の厳しい精神性が取り込まれたことによって険しい山岳などの景観表現になっていきます。鑑賞や遊び以外でも庭で修行するってニーズが出てきたんだね。じゃあここで鎌倉時代の作庭に関わった人で無双祖石の話をします。おう、初めての人の紹介だね。祖石は歴代天皇から7つもの国司号をもらい七朝廷師と呼ばれた禅僧です。こういった人が作庭に関わったため禅好みの庭が発展していきました。へえ。じゃあこの人が作った庭は今でも残ってたりするの？京都にある天龍寺や西宝寺の庭が有名だね。西宝寺は通称苔寺とも言われてて、その名の通り、120種の苔に覆われたとても美しい庭園があります。苔ってそんなに種類があるんだ。庭も緑一色で綺麗だね。ここは事前予約制だからゆっくり見学できるし、貴重な鎌倉時代の庭が見れるから一度は行ってみたいね。行きたい。ちなみに、この頃の庭作りはすべて人力だから、祖石が作ったというよりかは、プロデュース的な人だったって説もあるらしいね。どちらにしろ、この人がいたから素晴らしい庭園ができたってことは、間違いないね。名プロデューサーか。それもかっこいいよ。わびしようつべー。じゃあ、ここまでが鎌倉時代までの庭園史です。次の中編は室町時代から話していきたいと思います。鎌倉時代になってからはイメージ通りの日本庭園に近かったけど、この様式が現代まで続いてるんじゃないの？まだまだ色々出てくるよ。
最初に話した枯山水もまだ出てないよね。ああ、そういえばまだだね。いつ頃出てくるか気になるな。あと、おすすめのサイトでお庭さんを紹介しておくね。全国の日本庭園1200カ所以上の情報があり、Google マップとも連携できるから、ここを見れば近くの名園がすぐにわかるよ。めっちゃ便利。サイトの写真も綺麗ですごく見やすいね。1200カ所以上回るなんてすごすぎる。本当に日本庭園が大好きなんだね。説明欄にリンクを貼っておきます。あと注意として一般公開されてない庭園も含まれているから、行く前に営業時間などの確認はした方がいいと思います。はーい。それじゃあ次回は中編、室町から安土桃山時代までをやります。枯山水が生まれた原因の一つには、意外な理由があった。お茶のあの人が作り上げた庭のイノベーションを話していきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。